さあ YouTube 動画第2弾となる、今回から新しい組織でこのスパロボ F 世界を、再び1話から最終話まで、駆け抜けていきたいと思っておりまするよ。前回はロンドベルの代わりに、ハマーン率いるアクシズ軍で最終話まで、無事駆け抜けて地球圏制覇を成し遂げましたが、あくまでですよ。今回もロンドベル隊にはお休みいただきまして、このスパロボ F 世界では最高評議会議長にまで上り詰めたトレイズ准将率いるオーガナイザーオブザゾディアック略してオズを主役のザニスへスパロボ F 世界を駆け抜けて参りたいと思っておりまするぜ。なので肩書きはトレイズ准将ではなく、今回はトレイズ閣下として、組織内組織の渦を率いて地球圏の統一及びその他反抗勢力を鎮圧していただこうと思っておりまする。イメージとしては地球連邦軍の組織内組織であるリターンズの暴走を抑止するために組織されたもう一つの組織内組織スペシャルズが徐々に頭角を現しオズとしてロンドベルのように地球連邦軍に代わり、反抗組織の鎮圧に乗り出すってな感じで、話を進めて参ろうかと思っておりまするよ。でその他のメンツにレディアントクサ、前半戦はライトニングバロンとして、活躍させるゼクス得意、そしてノイン得意、あと小生の独断と偏見ですが、リーブラの司法の餌食になりそうなトレイズ閣下の危機を回避するためにミリアルドに、発射ボタンを押させまいと身を挺して静止しようとしたドロシー・カタロニア。彼女は隠れトレイズ派だとアスゲンは勝手に思っておりまして、このメンツの乏しいオズに加えることに決めた次第です。その他にも見た目は全て連邦兵ですが、仮の名前を勝手に付け取りまして、ガンダムに対抗するために、トールギスを託し、散っていったワーカー特使。そのトールギスのテストパイロットとして、命と引き換えにサンクキングダムを奪還した夫を得意。ゼロシステムに異常な興味を抱いたトランと、オペレーションの場でモビルドールと、戦ったクライスと、レディアント草の補佐をしていたニコル副官。そしてノインの出来の悪い教え子、アレックスとミュラーの合計12人で、前半戦である F を駆け抜けていきたいと思っておりまするぜ。後半戦になる F 完結編では女王様も、一時期オズに属していた二人も、オズに加えるつもりでおりまするので、乞うご期待です。敵となる面々は大体そのままですが、オペレーションメテオは通常よりその活動を活発化させるつもりでおりまするよ。あと第1弾の時の第1次ネオジオン対戦 F の時も、そうしましたが今回もゲスト軍のユニットは F 前、いわゆる無印のことですが、F 完結編が後編だとしたら、F は前編だということで、F 前ねついてきてちょね。F 前ではライグゲイオスなるゲスト軍最上位ユニットは存在せず、その他の機体に登場させて、敵方として参戦させるつもりなのでご理解をばください。それと完結編からはオペメテ組の活動は沈静化していくので代わりに、モビルドールをどこかの組織に配備して2展開にしていくつもりです。雲伝でアフターコロニー世界では空飛ぶ宇宙戦艦的なものは存在せず、海上に浮かぶ空母や輸送機、あとは箱型のモビルスーツ輸送機ぐらいしか存在しないみたいなので味方の戦艦は今回戦闘には参加させずにあくまで輸送機や修理を行うドッグ艦的なポジションを取らせようと思っておりまする。それと苦しい序盤を乗り切るために資金の売価を今回も行っておりますので、ご理解をば。そうなぜ連邦兵にまで仮の名前を付けたのかという説明忘れとりました。あれなんです F 完結編に移行した時に徐々に新型機を投入していくつもりなんですが、彼らには各々関連の深かったユニットに登場していってもらうつもりなので仮の名前を付けてる次第なんですよ。まあそこら辺は物語を進めていく中で幾度となく説明していくつもりなので徐々にご理解いただけるかと思っております。ちゅうわけでトレイズ閣下率いるオズがこれからスパロボ F 世界を駆け抜けて参りますが、イメージとしてはガンダムウィングの劇中、序盤から中盤にかけてのオズの活動が活発だったあの頃のままで、最終話まで駆け抜ける感じになるかと思われます。だから主流派とトレイズ派に分裂することもなく、トレイズが幽閉もされずホワイトワングも
出現しない、アフターコロニー世界のパラレルワールド的な、はたまた F ストーリー的な感じで、お送りしていこうと思っておりまするよ。あくまで手ですよ、手。じゃあ始めてまいります。スーパーオズ対戦 F、果たしてトレイズ閣下率いるオズは反抗組織を鎮圧し地球圏統一を成し遂げることができるのかできないのか、それは見てのお楽しみっちゅうことで、リアルロボットルートの第1話立ち込める暗雲で再びお目にかかりましょう。序盤は弱小オズで必死に戦っとります。在地園。